僕らの宇宙教室の宮川博です。今回はアタカマ砂漠の美しい夕焼けと満天の星空についてお話しします。南米チリのアタカマ砂漠は、日本から見ると地球の裏側になります。成田から出発しますと30時間もかかるんですね。アルマ望遠鏡のあるアタカマ砂漠に着きます。最初にアタカマ砂漠を見たとき、私は他の惑星に着いたのかと思うくらいでした。月の谷という場所もありましたが、赤茶けた大地のためにですね、私は、火星の谷といった方が合っているなと思いました。その、赤茶けた大地の中にですね、ところどころに白い雪のようなものがありました。近づいて触ってみるとですね、塩でした。岩塩です。アタカマ砂漠は大昔海だったんですね。そこが隆起してアンデス山脈となったんです。ですから岩塩が多いんです。アルマ望遠鏡のキャンプは本当に地球上ではないと思うくらいです。地形は完全に月面か火星のよう。実際 SF 映画の他の惑星などのシーンではアタカマ砂漠がよく使われるようですね。アタカマ砂漠は星空もいいですが夕日も綺麗です。毎晩色が変わる感じでした。夕食時間にレストランに行く、食事に行く途中ですね、毎日赤や黄色、そしてオレンジ、さらにピンクの夕日まで、本当にピンクなんです。ネオンのピンクとは違って自然のピンク色で感動しました。それから私の貴重な体験を紹介します。年に一度降るか降らないかという雨が降った時に見た夕日は見事でした。私の十分でないボキャブラリーで、表現はなかなか難しいのですが美しかったです。真紅ではなくとにかくどちらかというと朱色といった方が合っています。真っ赤っか。この世のものとは思えないような美しい赤色でした。もちろん星空も見事です。砂漠のど真ん中なので周りに人工の光はないですから真っ暗なんです。夜空も黒ではなく濃紺です。最初に着いた日の夜に早速星空を見てみたら空に袋みたいというか雲のようなものが浮かんでいたんです。それがマゼラン雲でした。マゼランの雲と書いてマゼラン雲ですが、銀河ですのでマゼラン銀河と呼んでもいいです。マゼラン雲は想像よりはっきりと見えました。さらにオリオン座は逆さまです。北極星は見えません。天の南極の位置に星がないので南極星はありません。北半球で航海の時に北極星を頼ったように南半球では南十字星だったようです。5000メートルの満天の星空に感動した時のことを紹介します。5000メートルでの仕事が夜までかかり終わったので現地の人に終わったから帰ろうかと声かけたところ少し車で待っていてって言われたんです。望遠鏡から出て階段をゆっくり降りていた時突然ハッとして目の前を見ると満天の星空が輝いていました。初めて見た5000メートル高地での満天の星空にただただすごいの一言。ただし望遠鏡の中では照明の下で作業していたので目が慣れていません。でも十分にすごい星空であることは認識できました。星空を見ながら階段を降り車には入らずボンネットに仰向けになり星空を眺めました。しばらく経ち目が慣れてきたのかさらに驚くような星の数が見え始めました。日本を出発する前に、アタカマ砂漠の星空は世界一美しいと言われて写真も見せてもらっていました。実際見てみると写真以上で驚きました。天の川も、南十字星もはっきりと見えます。今現在国際宇宙ステーションに滞在中の野口聡一宇宙飛行士が今見ている星空と星空に近いまたはほとんど同じ、星空だと思います。暖
タカマ砂漠で、満天の星空を毎晩楽しんだという、超極上の至福のひとときという話でした。